さて、あの、今日は、最近ですね、おかげさまで、この YouTube で最近知りましたという方が、とっても増えてきておりまして、はい。あの、セッションしててもね、本当にね、本も読まれていない方がいらっしゃるんですよね。で、僕が、どんな話をしてるのかってのが、あんま通じてないんだろうなと思いまして、多くの方はね、もうそんな話知ってるよってところがあると思うんですけども。はい。えー今日のテーマはこちらでございます。僕たちは生まれていないというね。はい。これが、僕が、基本的にお話ししているところなんですけども。生まれてないから死ねないですよっていうね、これでございます。はい。もう、あれだな、このタイミングでザザッと入ってきてくれた方は、はい。もう言わなくても分かってる、ああ、緑の本の第一章ねっていうね。はい。知らない方、それからね、これがアーカイブで残って、これをきっかけに知る方なんかも、あの、いると思うんで、はい。あのノンデュアリティスピーカーさんはね、私はいないっていう、そういうキーワードでお話しされることもありますけども、うん、確かにそうなんですよ。だって生まれてきていないから。はい。といったとこで、今日はこのお話なんですが、うん。ね、多くの方は、私の命、あの人の命みたいにして、命がなんかね、こん中に入ってるような言い方をされるわけですよ。それが本当なのかっていうとこなんですけど、よくよく生まれたかどうかを確認してみたらね、どういうことかわかるっつうことで。はい。多くの方に、あなたはいつ生まれましたかって聞くと、大抵生年月日を答えるんですよね。で、その生年月日、ね、そっちの生まれたって話は、漢字で言うとこっちなんですよ。ね何年何月何日に命が誕生したわけではないですよねと。はい。お母さんのお腹から出てきた記念日がお誕生日。はい。一方、こっちは何かその命がパッと出たような、そんな印象を受けますが、その命が現れた、あるいはこの中に入った、そんなことが実際にあったかどうかを確認していきましょう。はい。えーえーね、はい。よろしければ、この本を読んでいただくと、この冒頭に、え分かりやすく書いてますんでね、これで納得いかなかったらちょっと読んでみてください。はい、ちょっと CM を挟みました。サンマーク出版さんから出てます。はい。えー、おう、よいしょ。うん。単行本も出てます。あ、単行本、文庫本か。文庫本も出てます。はい。中身一緒です。で、はい。お母さんのお腹から出てきた記念日はわかるんですよ。ただ、お母さんのお腹ん中にいた時も、生命活動ってあったわけでしょって。ね、産婦人科に行って、お母さんこうね、エコーを当てられながらさ、あの、先生に見てもらって、先生もね、モニター見ながら、ああ、赤ちゃんすくすく育ってますよって、元気ですねって言ってるってことは、その中で生命活動が認められてるわけですよね。ある一定の期間だともうそこではもう鼓動も始まってるわけだし。ね、何よりこの細胞分裂ってね、ものすごいスピードで胎児になっていくわけで、命の活動ですよね。
はい。じゃあ、お腹ん中にいる時から命じゃんと。入ったってのは確認できないよねと。で、ええ、あの、じゃあ、どの段階で生命活動が始まったんだろうと。生きていないね、この命が入る前の器の段階がどこにあったんやと。ね、逆算していきましょう。それは、お母さんの子宮に受精卵が着床した瞬間でしょうか。ね、そういう方もいらっしゃるんですけども、いや、ちょっと待ってと。着床という状態になる前に、実はもうすでに受精卵は細胞分裂を始めているんです。で、そして細胞分裂をしながら着床に向かっているんですよね。ということは、ここでもやっぱり生命活動、ね、何らかの動きというのは見れるわけです。はい。じゃあ、ああ、そうかと。この受精卵になった時、ね、精子と卵子がバンとくっついた。この瞬間に命がわっと現れたのだというのであれば、ちょっと待って、精子も生きているし、卵子も生きているよねと。ね、だってこうピチピチしながら向かうんだもんね。で、卵子は生きていて、それを迎え入れようとしてるんだもんね。はい。僕たちがね、人ですにせよ、動物にせよ、植物にせよ、なんとなく分かれているその物質、ね、単体一つに対して一つの命って数えるのであれば、この時まさに精子の命と卵子の命があることになっちゃうわけです。それが融合して、ね、こうして細胞分裂をして、後にこういう体になっているというのであれば、少なからずね、この着床の瞬間、僕らは命を2つ持っているっていう不思議な話になっちゃうわけですよ。1回死ねるんですよ。でもそういうことじゃないですよねと。はい。じゃあ、ね、精子も生きてる、卵子も生きている。その精子を生成したお父さん、卵子を生成したお母さんが生きていない何かだった地点はあるでしょうか？ないでしょ？命はずーっと途切れることなく続いているんですよ。だから私の命、誰かの命っていう風に分けて考えること自体が、なんかおかしいってことになりませんかと。そして、この中に命が入っているという、その考えは本当なの？誰がどう確認して、その考えが今採用されているの？なんで中なの？命が外にあって、僕たちのこの体を包んでいるっていう発想だってあるんじゃないの？うん。はい。これがね、以前お話しした、YouTube で話したっけ？うん。空間というものが命なのであれば、誰の命って分けることができませんよねっていうことになっていくわけです。はい。だからね、私の命って言っちゃうと、私は命の保有者であって、命そのものではないってことになっちゃうんですよ。これもついてこれますか？ね、のって言ってるわけだから。国際のメガネって言ったら、もうメガネはノットイコール国際なわけですよ。私の命って言っちゃったら、私ノットイコール命になっちゃうわけです。はい。だから、本当は私の命じゃなくて、私は命なんです。で、多くの方が、ね、持ち物だと思ってるから、命を。命を私が失うっていう、そのことを死と名付けているわけですよね。命それ自身が命を失うことがないんですよ。持ち主じゃないから。それそのものだから。
宇宙って、これ全体が一つの命の営みですよってのはそういうことで、宇宙っていう巨大な、ね、広大な命の中に、たくさんのこの体があるんです。体が命を保有してるんじゃなくって、今、命が無数の体になっていってるんです。通じるやろか。でね、うん。